皆さんどうもこんにちは。刀の舞さんです。今回は2023年の国際武道院演舞大会に初めて参加した時の Vlog です。編集しながらこれはさすがに普通に見ていただいても全然面白くないだろうなと思ってきまして、ナレーションの様子も動画に撮ってみることにしました。私と一緒に動画を見るようなイメージでぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。早速カメラ片手に息を切らしながらピーターたちを探しておりますが、本当に申し訳ないといつも思ってますが、私は時間の感覚がぶっ壊れているのでいつもギリギリになってしまいます。2時間前に起きても30分前に起きても出発する時間は同じになってしまう性質に昔から悩んでいるのですが、なかなかうまくいきません。同じ性質の方で良い方法をご存知の方は教えてください。ちなみに彼らと交流するようになったのは2019年からですが、毎日英語の勉強を続けたりはできていなかったので、この時の英語力もひどいものですね。彼らが話していることはなんとなく理解できるのですが、瞬時に出てくる言葉は単語の羅列になってしまいます。ただ私、居合もそうですが、成長記録をお見せするのはあまり恥ずかしいと思わないので、いつかこんな時もあったなと振り返られるようにこうやって動画に残しております。横浜駅から他の皆さんと合流でした。これはギターケースではなくスベンさんの居合刀ケースです。刀と袴も入るしちょうどいいんだそうで、確かにひとまとめにできるのはいいですね。道場の名前と国際武道院のワッペン付きです。私たちは皆同じ居合刀ケースだったので、それぞれ目印をつけていました。私はピーターに初めて会った時にもらったドイツのフリュートのキーホルダーと家紋のキーホルダーをつけていました。今はかっこいい革の刀袋を作ってもらったので、そちらもいつか動画でご紹介します。まだ2023年は電車の中ではマスクをしていた方が良い雰囲気でしたが、今年は予約しなくてもじろじろ見られることは少なくなってきた気がします。横浜駅から電車に乗ってはるばる埼玉県狭山市までやってきました。めちゃくちゃ遠かったです。別ルートで来たメンバーお二人ともここで合流しました。いきなり撮影をしているのでいつも驚かせてしまいます。大会は午後からで、お昼ご飯をみんなで食べてから会場に向かう予定でお店を探していたのですが、ちょっと目を離した隙にアレックスがおにぎり屋さんでお昼を買おうとしていると聞いて大慌てで駆けつけました。松屋に行くと伝えてみました。コロッケだったのかな、何か揚げ物をトライしてみたかったそうです。なんか幼稚園の引率の先生みたいな気分で、ちょっとみんな自由だったので大変だなって思いました。というわけでみんなで松屋に行きました。日本でも去年ぐらいから急速にタッチパネルオーダーのお店が増えてきた気がします。そういえば最近知ったのですが、海外の方は生卵を食べないそうですね。私は牛丼には絶対生卵をつけたい派です。この時もつけてました。駅からも結構歩きましたね。2、30分だったかな。で、ようやく会場の狭山市立武道館へ到着しました。2022年にオープンしたばかりでとても綺麗な施設でした。
私たちの道場は1番目の出番だったのであっという間に終わっちゃったんですけど、この日は実はプロのカメラマンに仕事として記録動画の撮影を依頼してたんですが、もう全体を固定カメラで記録して欲しかったのにその映像は使えるものじゃなく、この手持ちのカメラで撮影した動画を納品されましたが、私の時には私しか撮っていなかったということで、とても残念でした。撮影前にどういう映像を求めているかはちゃんと伝えていて、他の方もそれは聞いてくれてたのですが、どうしてこうなっちゃったんですかね。手ぶれもひどいし、刀は見切れちゃってるし、なかなか居合道を知らない方が撮るのは難しいんだなっていうのは、この動画を見て勉強にはなったんですけれども、プロのカメラマンだったら結構前から依頼していたのでね。YouTube とか何か見る手段はあったかと思うので、どういう動画を撮ったらいいかなっていうのは前もって勉強できたんじゃないでしょうか。うん記録動画と伝えていたのでね、こういうなんつうんですかねホームムービー的な感じでもらえるとは思わずびっくりしちゃったんですけども、多分そうですね、こうやって型の途中で他の人を映すっていうのは世話しないですよね。うーん居合は刀を抜いてから収めるまでで元の位置に戻るまでが一つの型の始まりと終わりなので、こうやって型が始まったら最後までこの人を撮るっていうのがいいのかなと思います。あとこの演舞してる時に自分の様子が見れないから撮影を依頼したんですね、もともとは。なので、自分の映像を後で確認するという意味では、この顔アップではなく全体が映るように撮ってほしかったなっていうのが正直な感想です。依頼した動画がこんなことになっているとは知らず、のんきに打ち上げを始めております。ここは横浜駅地下にあるフードコートなんですけれども、各自好きなお店で買ってきて一緒に食べれるのでいいかなと思いお連れしました。師匠に嫌がられると逆にカメラを向けたくなる迷惑な弟子です。これからの日本はもう海外に出て仕事する師匠が中学生の男の子に極論を諭し始めたので、私は食べることに集中し始めました。私はここのフードコートにあるシンガポールラクサヌードルとチキンライスが大好きなので、お察しの通り私が食べたくてここにみんなを連れてきたという感じですかね。スープが服に跳ねるのが怖いので麺類はあまりすすらないように食べてるんですけれども、動画ねこう定点でカメラを置いて食事し始めちゃうと、撮ってるのを忘れてこうやってやっぱり気が抜くと一口が大きくなっちゃうみたいです。次はたこ焼きですね。見苦しいアップを失礼しました。基本師匠がお話ししてる時は聞き流しながらおとなしく食べ続けてるのですが、急に彼らに質問してと話を振られるので、ドイツと単語が聞こえたら慌てて師匠が何を喋るのか注意して聞きます。あれですね、犬も首をかしげるのはよく聞こうと耳をそっちに傾けてるそうなんですけれども、人間も真剣な時は同じ動きをするみたいです。そして本当に喋っ
てますけど文法とかめちゃくちゃです。彼女は何とか理解しようと聞いてくれてますが、かなり迷惑をかけているだろうなといつも申し訳なく思っておりますとりあえず通じてほっとしたのもつかの間、ご飯のお供って英語で何て言うのか頭が回らなくなって大パニックになってますね。頭の中で最初にあの商品名が浮かんでしまって、それなのドイツ人が知るわけないじゃないですかって言ってます。ようやく師匠が何を聞きたいか理解しましたが、とはいえ何と聞いたらいいものか悩んだ末にものすごい雑な通訳をしてます。そもそもご飯に合う食べ物を聞きたい、伝えたいっていうだけなのに、こんなにまどろっこしい感じになっちゃうのが申し訳ないです。Yeah, I like it. He said Japanese rice much なんだろう something like そんな中またしても容赦なく師匠からの自由な日本語攻撃が始まりました。納豆知らないのは意外でしたので、今度食べさせなくちゃなと思います。佃煮ゆっくり言ったって通じないのよって思ったら笑けてきちゃってますが、パニックが加速して佃煮ってそもそもなんだっけみたいな、日本語も英語もわからない状態になりました。佃煮は醤油と砂糖で甘辛く煮た日本の食べ物の総称だそうで、小魚やアサリ、海苔などがあります。いずれにしてもご飯にのせて食べると美味しいし、日本酒のおつまみにもなります。江戸時代の後期で日本人は1日に米を3合も食べてたそうで、だからご飯に合う食品の文化が進んだのでしょうね。ほっと一息ついてますが、まだまだ終わりません。なんとなく聞き取れるのですが、なかなか瞬時にお返事ができないし、日本語で説明も難しいので、同時通訳をお仕事にしている方の頭の中を見せてほしいです。ちなみに師匠は小食でいつも夜はご飯を食べないので、ご飯が嫌いなのか質問されてました。always rice and miso soup and something さっき言ってたやつ今度は日本語も出てこなくなっちゃいました。今年はデュオリンゴというゲームアプリで英語とドイツ語、あとフランス語も少し4ヶ月間勉強を続けてたので、その成果が少しは発揮できるといいなと思います。アレックスが撮影係を引き受けてくれました私はこの時 DJI Pocket 2というカメラを使ってたんですけれども、初めて触るとなかなか難しいです。このカメラの形がウォーリーというロボットに似ているという話をしてましたが、これは2009年に公開されたディズニー映画だそうです。You don't know the Wall-E, a Pixar film. Wall-E. Pixar? スベンさんが必死に映画のあらすじを説明してくれていたんですけれども、いつか見ようと思っておりましたが、正直この動画を今年編集し始めるまで忘れておりました。映画って時間がかかるから家で見ようってなかなかなれないですよね。そんなことないですかね。ドイツチームと映画の話に夢中になってたら、すっかり師匠たちのことを忘れていて、見てみたら師匠がまた何かを熱弁されておりました。というわけで今回は昨年の演舞大会の一日にお付き合いいただきありがとうございました。2024年はもっとたくさんのメンバーが来日し、一緒に演舞大会に参加したり、稽古に一緒に稽古したり、2週間一緒に過ごすので、また撮影したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。